いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎやお料理をより楽しむための情報をお届けしていきます。切り口独特。Здравствуйте, это очень приятно с вами познакомиться. 皆さん包丁はお好きでしょうか？うん。大好きそう私もほらほら、可愛くないっすか？変態。今日は何をするんですか？今回は最近出回っている偽天然砥石の対策としてクイズこれって本物偽物をやってみようと思います。何それ楽しそう。自信あるよ。以前に動画で紹介した偽天然砥石の見分け方などを参考にして全問正解を目指してください。ちょちょいなちょいさ。無茶するんじゃないよ。任せておきたまえ。丸裸にしてやる。ほいほい、よろしくね。よーし、私もやってみるよ。お前たち、茶番はそこまでだ。時は待ってくれないぞ。みんななんか今日ちょっと怒ってる切れ気味。それでは皆さん最後までご視聴ゆっくりしていってね。よーし、それじゃあ早速ではではよろしくです。お、1、まずはこちら。うわ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。どうでしょう。どうですか？うわー、もうこれあれだね。あれだよあれ。それでは正解はではこちらがなぜ偽物か解説いたします、まずは偽物の特徴でハンコの書体が汚く文字が潰れています。本物はハンコがとても綺麗ですし仕上げという印は見たことがありません。そして裏面は偽物でおなじみの洗濯板です。さらに説明文はツッコミどころが満載ですね。京都の老舗店であれば組合員の版がありますし第三者機関ってどこの機関でしょう。鑑定済み正規品であればせめて算出値ぐらいはわかりますよね。よってこの石は騙す気満々の偽物です。研いだ画像もありませんしどのような研ぎ感かも説明がありません。おそらく出品者は詐欺師で砥石のこともあまり知らない素人でしょう。買う予定はございません。じゃあ次。それではいきますよ。こちら。どうかしら。わー、なるほど。何かしら。なんだろうな。あれ？あ、わかった。3、2、1、9。それでは正解はこちらの砥石について解説いたします。まず表面の印ですがやはり書体が変ですし合わさというのも本物では見かけません。中山合わせ度という風に産地と一緒に書かれるのが一般的です。裏面は洗濯板ではなく決定打にかけています。しかし側面を見てみるとのこ跡がなく層も単調でとても極上品には見えません。よく見てみると答えが説明文にありました。店頭価格10万5,000円。これはありえません。こんな産地さえわからない何も特徴のない石がこの価格で販売されるはずがありません。研ぎ汁、研いだ刃物、研いだ乾燥もありませんので全く信用できません。はあ、最悪だわ。はい、じゃあ次。こちら。あ、これはあの時の。そうだったんだ。そう。はい、わかりました。じゃあ、いきますよ。3、2、1、どうぞ。それでは正解は解説いたします。オッケー。まず石の表面ですが偽物のハンコがなく緑系の板に見えます。しかし裏面を見てみるとこちらも洗濯板系の筋が確認できます。さらに決め手として包装している箱ですが偽純正本山のハンコがあり一時期流行った偽砥石の包装箱が使われています。しかも出品者は砥石の知識なく質問に答えできませんとのことです。これは完全に黒です。パッと見ただけでは偽ハンコがなく分かりにくいのでお気をつけください。じゃあ次。あらー、イラっとくるこれ。わかる。無理かなって思います。これがお前のやり方か。それではいきます。3、2、1、どうぞ。さて正解はどちらでしょう。発表しましょう。やっぱりね。では詳しく解説していきます。まず書体が他の偽物と同一です。そしてこの石が研げるかどうかは置いておいてこの石に白スイタという名称で販売すること自体が間違っています。白スイタというのはこのような石につける名称です。うさぎみたいに白くて可愛いね。この石は巣もなく白くもなくもし色で分けるとしたら緑板
というところでしょう。裏面はおなじみの洗濯板で、側面の層も見えたものではなく、到底天然砥石と思えません。やたらと石の比重について書かれていますが、良い天然砥石とは比重によって決められるものではありません。カッチカチの石だけが仕上げに向いている、そんなことはありません。また適切な比重が出る砥石は、購入された時の面状態から砥石を使い切るまで必ず同じ粒度で研ぐことができますと書かれていますが、それは人造砥石にしかできません。天然砥石は研げば研ぐほど粒度が細かくなり、層によって微妙に研ぎ感が変わってくるものです。厚さ3センチの砥石でも少しすり減った時にはまた違った研ぎ感になる場合があるというのが天然砥石の魅力です。難しかったな。じゃあ次。過激。とうとう来たのね、奴らが。難しい。特に何も変わらないですけど。かなり良くなってきてる。上手ってレベルじゃないよ。悩むな。オーケー、発表します。3、2、1。果たして正解は、なんでやねん。では解説します。こちらの石ですが、表面には偽ハンコがなく、パッと見たところアサギ色の砥石のように見えます。裏面も洗濯板ではありませんが、皮付きでもなく本物と判断するには足りません。側面をよく見てみると、やはりノコ跡がなく層も単調です。研いだ画像がありますが、この画像は使い回しで、この石で研いだ証拠ではありませんでした。研ぎ汁や研いだ後のお汁もありませんので、刃物の画像があろうとも全く信頼できません。説明文を見ると店頭価格10万5千円とのことで、これも確実に偽物です。山の名前、地層、何もわからないこの石が老舗店にて10万円で販売されることは 100% ないでしょう。今回のクイズはいかがでしたか？ちょっと簡単すぎましたかね。個人的にはちょっと楽しかったけど。私も楽しかった。楽しかったよ。みんなありがとうございます。私はもう間違いません。わかりました。じゃあ、これ。今回の動画のまとめとして、偽砥石の特徴その1、砥石の裏が洗濯板の石。偽砥石の特徴その2、滲んだ無地、淡さなど変なハンコの石。偽砥石の特徴その3、倒産品、鑑定済み、定価〇〇万円など根拠のない商品説明文の石。偽砥石の特徴その4、研ぎ汁や刃物の画像がない石の使用感など研ぎに関する情報が一切ない石。偽物の判断がまだ不十分な方は、これらの砥石は避けた方が良いでしょう。今回紹介したこれらの偽天然砥石ですが、意外にもそこそこ研げてしまうというのが、騙されたと気づかせない巧妙な手口なんですよね。しかし本物と比べると研ぎ感は到底及びません。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。結構尽きないね。尽きない。割と尽きないね。この辺で。この辺で今日は勘弁してやろう。皆さんにはぜひとも本物を手に入れて、素敵な研ぎライフを送っていただきたいと存じます。偽物で研いで超がっかり。天然砥石って全然良くないじゃんってなってほしくありません。というところで今回の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。だから今は露骨な宣伝たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。何チャンネル登録、コメント、評価、どうかお願いします。